皆さん楽しくジムってますか？元ビトラムカーナです。ダンロップ月間オートバイカップジムカーナ2021年シリーズ第2戦です。本来は第3戦の開幕予定日でしたが、5月の開催が延期になってこの日に第2戦ということで繰り越されました。3月の開幕戦は A 級の出走タイミングで雨が降り出してクリアラップを出すどころか無事にゴールに帰ってくることも大変な状況になってしまって転倒者も続出、総合ポイントの全てを B 級以下の選手が持っていくという今までにもないレースになりました。なので A 級選手にとってはこの第2戦が実質的な開幕戦ということになりますね。今シーズンの行方を占う大事な一戦、どのようなレースになるのでしょうか。結果はね、もうポイント云々はもうしょうがないんですけどね、それよりも、今日から始まるなっていうところで、またやれればいいかなと思ってますけど、あんまりポイントのことは考えてないです。とはいえ、この2年間で A 級のトップ勢をぐっと速さに磨きがかかったというか、そうですね。取ったはずなのに速くなってるんですけど、そこは一番作田さんがいけないんじゃないですかね。もう本当速いんで、本当もう置いていかれないように必死に頑張ってるだけですね。もう当然 NSR でも速いし、で自分自身もやっぱりちょっとこの2年間ぐらいしっくりこない状態ずっと続いてたので、いろいろとアドバイスもらいながら、ずっとやってきたんですけど、少しずつ上向きな感じもあって、いろいろこうフィーリングの部分でも昔のね懐かしいフィーリングとかもちょっと思い出したところもあるんで、だから自分の中のイメージ通り走れれば、それなりのタイムは出るかなと思ってるんですけどね。もうとにかく必死についていきたいと思ってます。はい。どうでしょう、2年間何してました？2年間グロム作ってました。グロム速いですよね。グロム結構バカにしてると痛い目に遭いますよ。いや MT もちょこちょこやってますけど、ほぼライダーがバイクに追いつくように練習してたぐらいで、バイクには大きな変化は加えてないですね。自分なりに、練習会で出せているタイムを大会も結果としては近づけていきたいですよね。だからやっぱりライダーが未成熟な部分が結構大きいんで、バイクとしては戦えるところにいると思ってるんですけど。どうですか、松本さんなんかが練習会で今日俺の 100% だったみたいな結果が出たとして、それに対して大会の一発バーンと2本走った時って何点ぐらいなんですか？でもこれは言い訳無用で100点って言わなきゃいけないんでしょうけどね。でもやっぱり100点って涙目で言ってきます。第一戦あんなでしたけど、苦いですね。どうでしょう、やっぱり A 級選手的には今日が開幕戦ですかね。そうですね、開幕戦ですね。ジャゲ杯も雨だったしね。どうですか。とはいえ、この間のジャゲ杯の雨の中でもいい感じでしたし、マシンの仕上がり具合、かなりそうですね。あそこからもうワンランク上がったんで、マシンはかなりいいところまで来てるんで、あとはライダー次第ですかね。日本の中で収められればいい勝負ができるかなと思います。年も年なんでね、最後トップ争いまで持っていきたいなと思って作り始めたんで、今の NSR 勢とかレーサーモータードと争えてるのは自分的には非常に満足してます。ビッグバイクも恋しいので、このトップ争い年齢がねそろそろ限界に来るんで、それが過ぎたらまたちょっと楽しみながらビッグバイクに乗りたいなとは思ってます。手応えというか。手応えですか。第一戦の調子はなかなか大会がない中では維持できているような気がするので、入賞以上は狙っていきたいなとは思ってるんですが、あまり、頑張りすぎず、コロナに入る前、最後の思い出は総合優勝だったと思うんですけど、そうですね、どうですか、あんな感じで走れそうですか？
そうですね、あの頃とまた自分では走りは変わってると思うんですけれども、技術云々というよりもその気持ちの充実とかみんなが言うところのリラックスっていうのかな、そういう走りっていうのはあの時は確かにできてたんで、その時の走りが再現できればでその以降また自分の技術もまた上がって、自分で言うのもなんですけど上がってきてる部分があるので、はい、そこそこの以上の結果は出せるかなっていう手応えは今ありますね。はい、開幕戦ですね。そうですね、前回走れなかったんで今日こそ走ってなんとかいい成績出したいと思ってます。どうですか、結構シーズンにバイクにも手をかけてたりして、割といろいろ僕今までほとんどしてなかったんですけど、割といっぱい入れたんで、その結果がちょっと楽しみでは結構ありますね。どういうところに違いが出るんですかね、走りとして。ホイールは軽くなったんですけど、軽くなるとやっぱり普通に走ってればね全然関係ないんですけど、滑った時に戻りやすいっていう感じがしますね。滑ってもすぐ止まってくれるみたいな、それは結構安心感につながってるかなって気がするんです。普通にグリップだけで走ってる時にはあんまり変わらない。ずっとチャンピオンになるまでとなってからも、いまいち足回りには無頓着というか、あまり気にしてない感じがあったんです。今はもう特にホイール変えたからって何かいじったわけじゃないんですけど、円とタイミングといろいろ重なって買ってしまったんで能動的に言うときは結果的に入ったんですけど、入ってみたらやっぱり軽い方が確かにいいところはあるなっていう、コストパフォーマンスとかちょっと置いといて軽い方がいいところはあるなっていうのは感じれたかなと思ってます。特に筑波とかこの間雨とかも含めて滑りやすい時に結構安心感がちょっと上がったかなって気がしますね。ジャッジの時もちょっと滑ったりしたんですけど、割とすぐ止まって前の走りで自分の映像を見てた時とあれだと結構怖いなって感じなんですけど、乗ってる方からすると結構安心して止まってくれてそのまま走れてたんで、あの辺は違ったんじゃないかなと思うんで、今日の筑波も前みたいじゃなくなるんじゃないかなって期待してるところです。それはバネした荷重とかって話じゃなくて、要は回ってるものが軽くなる。回ってるものが軽いんで止まりやすいのかなっていう気はしますね。ちょっと前回の大会で、いい成績取れなかったんで、それを糧じゃないんですけどね、ちょっといずれにしろ、ゼロベースで今日戦えればなっていうふうに思ってます。なんていうんだろう、もう焦ったりしないで平常心で戦えたらいいな、そして楽しめたらいいですね、大会自体を。結構ほらこんなに晴れてて結構ベストコンディションの中で走れるってことはなかなか今までなかったんで、そういった意味でも今日すごく楽しく走れたらいいなっていうふうに今思ってます。ただね、だんだんこれがウォーミングアップコースとか行くとね、だんだんカーッとなってくるのかもしれないんだけど、それはいい方向にねいけばねいいのかなっていうふうに思ってます。今年ね第一戦が第一戦だったんで、かなり面白いレースになるんじゃないかなっていうふうには思います。その中にねちょっと私もちょっとでもいいから参加できたらな、参加っていうかね中に入れたらいいなっていうふうに思います。まだね練習してるからな、頑張ろう。池田さんも今年は練習量多い方じゃないですか。これがね年のせいか分かんないんだけど、練習すればするほど遅くなってくる気がするんですよ。これがまたあんまりやっちゃいけないのかもしれない。ガチガチやっちゃいけないんだな。ちょっとずつ自分の思ったところを少し修正する程度でいいのかもしれない、もしかしたら。いずれにしろ今日も今シーズンもちょっとね頑張っていきたいな。ということで A クラス第1ヒートを見ていきましょう。クラス第1出走はゼッケン33番ストリートマジック110の保選手です。ジムチャヤ杯の MC でおなじみですよね。もともとは GSF1200 を振り回して永久になったのですが、今はリハビリということでこのストリートマジックなのですが、豪快に体をイン側に入れてターンを走る姿はさすがです。ストリートマジック自体も過去には C1 表彰台常連の名マシンだったんですよ。12インチタイヤが履ける希少なオートママシンですね。
同じく体を大きくイン側に入れたダイナミックなターンが特徴のゼッケン31番 DRZ400SM の美咲選手、回転の後半でバンク角を増やしてそのままぐっと加速していくようにも見えますね。フロントの荷重で旋回力を出すというよりかはバンク角とフロントタイヤの切れ角で一気に旋回するので、そのまま回転から脱出できないなんてことがあるのですが、このように転んでしまいました。ゼッケン27番角谷選手のマシンはツーストエンジンの YZ250X です。一般的なモタード乗りとは違って旋回地に積極的にフロントタイヤに荷重を乗せていくフォームですね。ラムカーナの経験的にはフロントで旋回するとバンク角は浅くなりますが、しっかりとライダーの体重をイン側に入れてやると小さな半径でぐいぐい回っていってくれるイメージです。角谷選手も小さくクイックにターンを繰り返しているのが分かりますね。こちらはゼッケン23番の中澤選手、今のところ元ジムカーナ会的には一番新しい GSX-R1000 を借ります。中澤選手はターンの最後、なぜか一瞬目線が手前外側に行きます。オートバイをコントロールする中でかなり重要な視線移動ですが、ライダーそれぞれ微妙なコントロールをこの視線で作っているというところがあります。ラムカーナは手前イン側を見る癖がありますが、こういう動きは脱力を促しているように感じます。ゼッケン17番の GSX-R1000 の竹村選手もターン中の視線送りが多いですね。元ジムカーナに興味を持ち始めたばかりの人に回転中になぜ首を振っているのかとよく聞かれますが、この一瞬ターンの外側に視線を送ってやることでマシンがイン側に倒り込めるようにライダーの力を抜くことができるんですね。竹村選手はその後一気にステアリングを切り込ませて鋭いターンへとつないで走ります。ゼッケン15番 MT-03 の松本選手は下半身でがっちりとマシンをホールドして腰での入力で積極的にマシンを寝かし込んで走らせます。上半身を起こし気味にして走っていますが、こうすることで車体を起こすように作用する遠心力を体で吸収して軽減してやってマシンのバンク角を深くすることができます。そしてこの足つきターン、一気にマシンを倒し込む度胸もすごいです。ゼッケン13番の WR450F の小葉選手はモタードマシンの強みを生かしてクイックなターンと鋭い加速を丁寧に繰り返し序盤のテクニカルなセクションをクリアしていきます。フロントタイヤが浮くシーンが見られますが、これはエンジンが一番パワーを出せるパワーバンドの回転域になるように高い速度域をキープして走っているということですね。確かにとても力強い走りに見えます。ゼッケン5番 DRZ400SM の早川選手の回転は渦の中に吸い込まれていくようにターン後半にバンク角が増えてくるっと小さく旋回していきます。非常に安定した回転に見えますね。そしてフリーターンでも大きく足を出して一気にマシンを寝かし込む大胆なターンを繰り出します。終盤の連続強動のセクションも1本目からタイトなラインにマシンを乗せていきますね。それではここから A クラス第1ヒート上位6名を見ていきましょう。ゼッケン4番広瀬選手は真っ赤だった NSR250R を真っ黒にしてきました。序盤のテクニカルなセクションを持ち前の鋭い寝かし込みからの小さなターンであっという間に通過していきます。見てください、このターン。オートバイはこんなに速く曲がれるもんなんですね。しかし速度が落ちすぎたのかその後の加速が鈍そうに見えますが、ここからスロットルを当てていくだけで滑らかに加速していくことができるのが NSR の強いところでもありますね。終盤へ向かっての連続回転セクションですが、ここも鋭い回転を繰り返して走ります。滑らかなターンですね。フリーターンはちょっと力んだかなと見せかけて鮮やかなコンパスターンでつないでいきます。広瀬選手は1分29秒122で6位に入りました。続いて5位に入ったのはゼッケン3番 CRF450X の吉野選手。定常円を大きく体をインに入れて走ります。あれ、吉野選手がマシンの真ん中に乗っていますね。いや、若干まだ左寄りですかね。吉野選手は左右でリーンインアウトと大きくライディングフォームが違っていたのですが、どちらも割とイン側に体を入れて走るようにしてきましたね。ターンへの進入で高い速度から一気にバンクをつけて
ターンのオフでフロントタイヤの切れ込みからの旋回抵抗で減速してと思ったら、もう脱出加速に移っていきます。滑らかなライディングではなく、メリハリを大きくつけた走りでタイムを削っていきます。終盤の彼女セクションもパイロンに近づいたタイトなターンで攻めますよ。アベレージ速度を高く維持しながらワイドなラインで走るというだけが正解とは限らないということですね。吉野選手の1本目は28秒743でした。そして4位にはゼッケン6番忍者400の作田選手が入りました。いつもはワイドなラインで攻める作田選手ですが、序盤のテクニカルなセクションでは比較的コンパクトなラインを選んで走ります。ここの直線スラロームへの加速がすごいですね。エンジンをチューニングしてかなりのパワーが出ているらしく、忍者に乗り換えた2019年シリーズの頃とはマシン自体が全くの別物と言えそうです。中盤のフリーターンを含む連続回転エリアのターンの立ち上がりでは、スロットルを開き始めてからじわっと加速しながらパワーバンド付近で一気に加速していくのが分かりますね。かなり扱いやすいエンジンに仕上がっていて、元ジムカーナ最速マシンはそろそろ代替わりの時代ではないでしょうか。作田選手は28秒568で第1ヒートを折り返します。ゼッケン7番中島選手は DZR250R です。エンジンの吹き上がりに合わせて浮き上がったフロントタイヤの着地と同時にターンへ勢いよく飛び込んできました。ちょっと今のところ膨らんでしまいましたが、直パイへの加速でもフロントアップから気持ちよく切り返していきます。エンジンの回転数とコースが絶妙に合っているというか、うまく合わせて走らせていますね。しかし今回のコースオーバルセクションが多いですよね。同じ方向への連続するターンはエンジンにパワーをかけていきにくいので、スピードが落ちてしまうとなかなかリカバリーできなくて、どんどんとタイムロスになってしまいます。コーストに比べるとツーストマシンはこういったところで適当には走らせられないので、確かな技術が必要ですね。中島選手の1本目は28秒119でした。2019年シリーズ総合優勝のゼッケン1番池田選手はポイントが発生しなかった2020年を持ち越してのディフェンディングチャンピオンです。池田選手はとにかくマシンを寝かせて走らせます。腰はイン側に入れつつも上半身はマシンに対して垂直よりややアウト側にして遠心力を逃がしつつマシンは深く寝かせます。池田選手は視線はアウト側に逃がすことなく、ターンの進入時から回転方向内側に向けられています。しかしこの連続回転セクションは嫌になりますね。いくらオートバイをなりで走らせろと言っても、ペースを上げるためには腕力でコントロールしないといけないので、ここまで回転が続くと腕が上がってしまいます。さらにこの川の字変速オーバルエリアと続きますが、池田選手きれいに最短のラインでクリアして28秒036でゴールに取り込みました。さあ、そして第1ヒートトップタイムをマークしたのは、つなぎもブーツもヘルメットにマシンの外装も新しいゼッケン2番富永選手。特に注目はつなぎに合わないツーリングブーツです。バンクセンサーやらプロテクターがついているブーツよりシンプルなツーリングブーツの方がフルバンクさせた時に路面とのクリアランスが稼げて、さらにオートバイを寝かし込めるということらしいです。今一瞬滑りましたが、難なくリカバリーできましたね。これがホイールが軽くなった影響なんでしょうかね。そうそう、こういうところですね。寝かせたまま大きく回る定常円、確かにつま先に余裕があるみたいに見えますよ。つま先がすることでバンクの目安にしている人も多いと思いますが、富永選手はとにかくつま先が邪魔なんだそうです。今までは新しいブーツを下ろすときは練習会でフルバンクでつま先を削りまくってから本番に投入していました。人それぞれいろいろなこだわりがありますね。連続回転エリアでは一瞬コース取りを誤ったみたいですが、うまくリカバリーしてペースを乱すことなく終盤へつないでいきます。2019年シリーズ後、エンジンに手を加えてピックアップとピークパワーを上げてきて別物になったこの NSR250R は変則的にオーバルセクションが続く終盤エリアも力強くコンパクトに走り切りました。富永選手は1分27秒872で灼熱の第1ヒートをトップで終えました。